じゃなくていい、美しくなくていい、生きがいってやつが。はいどうも、ミスターカトリのしょうがです。今日もね、みんなと一緒にボイトレ頑張っていきましょうということですね。今日はですね、先日こんなね、ご質問を受けました。いろんなボイトレ動画を見て、ヒゲダンさんの曲をね、練習しているんですが、どうしても高音部分がなんとか出るんですが、無理やり出してるような感じで、喉が締まってきてしまいますと。で、滑舌もちょっと悪く、汚い声になってしまうんですが、綺麗に出すにはどうしたらいいですかっていうご質問を受けました。今日はですね、これについてですね、ヒゲダンさんの曲を使いながら練習の仕方だったりとかね、コツをご説明していきたいと思います。はい、それではやっていきたいんですが、今ね、ヒゲダンさんすごい人気があって、皆さん歌いたいってね、思ってる方多いと思うんですが、ただキーがすごい高いんですよね。で、これ僕の知り合いのプロの方とか、ボイストレーナーの方も結構ね、しんどいって言ってる方が多くて、やっぱ裏声に切り替えていたりとか、どうしてもちょっと張り上げ気味だったりとか、音程が届かなかったりとかする方も多いくらい、それだけ難易度が高い、ヒゲダンさんの曲なんですが、練習法としてはですね、今日は裏声のアプローチをしていきたいと思います。で、今日はですね、ヒゲダンさんの宿命のワンフレーズを使って練習をしていきたいんですが、サビの部分ですね、奇跡じゃなくていい、美しくなくていい、気がいいってやつがですね、ここの部分をまず裏声で歌っていきます。奇跡じゃなくていい、美しくなくていい、気がいいってやつかって感じですね。で、こういう感じで裏声で歌うことはできる方多いと思います。で、ここからさらに発展させて、ヘッドボイスですね。ちょっと鼻の方に寄せたヘッドボイスで、奇跡じゃなくていい、美しくなくていい、気がいいってやつか。はい。ここまでもね、できる方も多いと思います。ヘッドで歌っても意外と違和感がなかったりするんですが、これだとちょっと藤原さんのイメージとは違うかなっていう方も多いと思います。で、ここからもちろん閉鎖をさらにバランスをとって加えていって、ミックスを作っていくんですが、この時にですね、どうしても地声を入れていこうって意識をすると、奇跡っていう感じでグッて喉が詰まってしまう方が多いと思うんですね。じゃあこれをどうしていったらいいかっていうと、今日はですね、いろいろ言葉を使ってですね、練習をしていきたいと思うんですが、今日使う言葉なんですが、一つ目がですね、まみむめものまの発声を使っていきます。はい、これを使って先ほどのこのメロディーをまで全て歌っていただくんですが、その時にですね、なるべくオペラ歌手のようなイメージをしていただいて、響きのある声で全てにビブラートをかけるイメージで歌っていきます。ちょっと難しいですが、こんな感じでやっていきます。はい、こんな感じでなるべく柔らかく響きのある裏声で、ビブラートをかけるイメージで歌っていきます。で、なんでこれをやるかっていうと、これをすることで喉周りの筋肉をほぐすことができるんですね。柔らかい声、ビブラートをかける意識をすることで喉がほぐれて柔らかい状態を作ることができます。高音を出す時っていうのはどうしても力が入ってしまう方っていうのはこの喉周り、顎周りにぐんと力が入ってしまうがために奇跡っていう感じで滑舌の悪い絞った声になってしまうんですね。なので体に一度その柔らかい声っていうのを覚えさせる必要があります。ポジションを覚える必要があるので、これに最適なのが今の裏声の練習になります。で、このビブラートがかからない、柔らかい音が出せない状態っていうのは基本的に喉が硬くなっている状態なんですね。例えば、ちょっと顎にグッて力を入れた状態のまま今のように裏声を出して奇跡じゃなくていいっていう出そうとしても
出しづらいと思うんですね。しかも声も揺らしづらくなってると思います。こんな感じで喉周りがグンって固まってしまうと、柔らかさ、柔軟性がなくなるので響きもなくなってきたりとか揺れも作りづらくなるんですね。先ほどのように柔らかい裏声、ビブラートがかかるぐらいの柔らかい裏声をイメージしてって感じで柔らかく裏声を出すイメージをしてください。はい。まずこのベースが作れるかどうかがすごく大事です。これで歌えるかどうかを試してみてください。で、これができて初めてちょっと地声感を入れていくんですが、で次に使ってほしい言葉なんですが、バの発声を使っていきます。で、バっていう発声は自然と声帯を閉鎖することができるんですね。裏声から閉鎖を強めようって思った時に、皆さん地声を意識しようって思うと思うんですね。そうすると、極度に絞りすぎてしまう方が多いんです。なので、それを防ぐためになるべくナチュラルに声帯を閉鎖するために、バの発声を使っていきます。先ほどのマのこの喉の状態、柔らかい状態を意識しながら、今度はそこの部分をバで声を出していきます。こんな感じです。はい。こういう感じで、バの発声で声を出していきます。で、この時に気づいた方も多いと思うんですが、高音部分で、あれ、今の地声、裏声っていうポジションがあったと思います。それがまさにミックスボイスのポジションになります。なので、その体感をイメージして、その体感を覚えて、そこのポジションで声を出していくっていうのがすごく大事になります。そしたら、そこの感覚だったり、イメージっていうのを持ちながら普通に歌っていきます。奇跡じゃなくていい、美しくなくていい、生きがいってやつが。で、こんな感じで歌っていくんですが、そうすることで力みなく綺麗に声が出すことができます。で、ただですね、入り口がね、気の発声なんです。ここが厄介で、イの発声っていうのは下のポジションも上がりやすくて、喉が締まりやすいんですね。どうしても入り口でガンって喉が締まってしまう方が多いです。これを防ぐためにどうしたらいいかっていうと、先ほどやった裏声を使って、イの発声で歌っていくっていうのもすごくいいです。こう細い声じゃなくて、なるべく響きのある揺れを作れるぐらい柔らかい声ですね。この声のポジションを覚えるっていうのはすごく大事です。これを覚えて、って歌っていくのもすごくいいと思います。このサビの部分、イの発声がすごく多いので、今のようにイで裏声で柔らかく出せるポジションっていうのをまず作ってあげる、覚えてあげるっていうのがすごく大事になってくると思います。はい。こんな感じでですね、今日は裏声のアプローチをやってみましたが、これをやることでですね、喉の柔軟性だったりとか、正しいミックスボイスのポジションっていうのがつかめる方も多いと思いますので、ぜひね、やってみてください。はい。ということで今日はですね、こんな感じで終わりたいと思います。こちらですね、YouTube チャンネルの登録と、横のベルマークをチェックを入れていただいた方にですね、LINE アットの方で無料メール相談というのをやっておりますので、もしよろしければご利用ください。あと僕、Twitter の方もやっておりますので、Twitter の登録の方もお願いいたします。それでは皆さんね、練習の方頑張ってください。じゃあねー。はい、しょうです。動画をご視聴いただいてありがとうございます。本日の動画がですね、いいなと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。あとですね、Facebook、Instagram、Twitter やっておりますので、フォローの方お願いいたします。それでは皆さんね、歌うまを目指して頑張りましょう。